夏美ちゃん、どうしたの？夏美ちゃん、大丈夫？りえちゃん、苦しいよ。一体どうしたんだ？昨日まで元気だったのに。大変だ。どんどん顔色が悪くなってく。夏美ちゃんは次に発作が起きたら、手術の成功率が 10% にまで下がると聞いているのに、俺にはそんな難しい手術できない。ここは病院。入院中の娘に会いに来ると同じ病室の女の子の容体が急変し、その場は一気に凍りついた。幸いなことに医師がすぐに駆けつけたが、担当医は他の患者の手術中の上、感染症のこともあって人手が足りないらしく、若手医師が担当することに。しかしその医師はみるみるうちに真っ青になっていく女の子の様子にすっかりうろたえてしまっている。先生、チアノーゼが出始めています。昨日まで元気だったのに、どうしたんだ？一体どうして？その様子を見ていたリエが涙に濡れた目でこちらを見た。ねえ、お父さん、夏美ちゃんを助けてあげて。この後、俺が起こした行動が夏美ちゃんの、そして俺の運命を大きく変えることになる。俺の名前は小池昌司、45歳。妻と一人娘のリエと3人で暮らしている。リエは俺たち夫婦にとってやっと授かった大切な子で、今年で5歳になる。片時も目を離したくないほど可愛いのだが、実は1年ほど前から調子が悪くずっと入院している。そのため、俺は現在は夜勤や朝晩のコンビニ店員をして、リエの見舞いと仕事を両立させながら生活している。リエは去年の春頃に急に体調が悪くなり、そのまま入院した。検査の結果、この年齢の子供では非常に珍しいバセドウ病だと分かり、治療のためにそこからずっと入院生活を続けている。リエが入院しているこの病院は内分泌系の治療が得意なことで有名で、今のところ病気が悪化することもなく容体は安定している。俺は毎日病院に顔を出し、リエ、どこか辛いとこはないか？とリエに確認する。リエは明るい顔で、大丈夫だよ。早く退院して遊びたい。と元気いっぱいだ。病気が判明した時、リエは本当に調子が悪く、そんな日が何週間も続いて、俺も妻も生きた心地がしなかった。入院当初はこの病気が原因で、他の臓器にも影響が出ていたらしい。ここまで回復してくれて、病院の先生にすごく感謝している。俺はもともとは違う仕事をしていたのだが、こんなことがあっても多忙でなかなか顔を出せず、妻にもリエにも苦労や寂しい思いをさせてしまっていた。リエが入院してすぐ、それまでの仕事を辞めて家の近くのコンビニで働き始めた。たとえ少々収入が落ちてもシフトの自由が利くコンビニで働く方が二人に寄り添った生活をすることができる。そう思って俺はこの仕事に就いた。リエも俺が毎日顔を出せるようになって喜んでくれている。リエね、パパが毎日来てくれて嬉しい。前はちょっとしか会えなかったから、たくさんお話できるようになって、今の方がいい。リエのいる病室には他にも数人の子供がいるが、お母さんは毎日来てもお父さんはなかなか来ないお家がほとんどだ。やはり仕事をしていると毎日来たいと思っていても現実は難しい。俺はこれが今、リエのために俺ができる精一杯のことだと思っている。リエの担当医は小児科医の中でも有名な有川先生という実績のある先生だ。こまめにリエの様子を気にかけてくれて、俺も病室に行くと有川先生とたびたび顔を合わせる。リエちゃんのお父さん、こんにちは。今日もリエちゃん安定していますよ。お世話になります。本当ですか。ここ最近落ち着いてくれていて安心です。リエちゃん、毎日お父さん来てくれて嬉しいね。嬉しい。リエも有川先生によく懐いている。素直に先生の指示に従ってくれて、俺も妻も有川先生を心から頼りにしている。有川先生は父親の俺が毎日面会に来ることが珍しいという話をしたことがあり、俺はリエに会いに来るために転職し、今はコンビニで働いているというと、こんなにお父さんに愛されて、リエちゃんは幸せですね、と言ってくれた。そうしてしょっちゅう顔を合わせる有川先生とは病気についての話以外にも気さくに話ができるくらい仲良くなったのだ。一方リエはつい最近同室になったリエよりほんの少しだけ年上の女の子、服部夏美ちゃんといつの間にか仲良くなっていた。年が近く、ベッドが隣同士なので自然と会話が弾むらしい。ちなみに夏美ちゃんの担当医も有川先生だ。リエちゃん、夏美ちゃんと仲良くなってからすごくおしゃべりが弾むみたいで、そのおかげもあるのか最近体調がとてもいいんですよ。
確かに夏美ちゃんと話すようになってからリエの表情は明るく、以前よりずっと元気に見える。ええ、リエがすごく楽しそうにしてるんで、夏美ちゃんが同じ病室になってくれて俺も感謝してるんですよ。この勢いのまま退院できたらと思ってます。本当ですね。リエちゃんだけでなく夏美ちゃんの方も元気になってきて素敵な相乗効果です。ご両親から聞いた話によると、夏美ちゃんは少し前まで ICU にいたらしい。病状が安定してきたので病室を移る際に今後は寂しくないように大部屋への移動をと希望したとのことだ。それまでは病室で一人で隔離されていた夏美ちゃんに少しでも友達と触れ合ってほしいというご両親たっての希望なんだという。夜とかパッて目が覚めた時に誰もいないの。すっごく怖くて寂しかったの。と ICU にいた時のことを夏美ちゃんが言っていた。今は夏美ちゃんもリエ同様楽しそうだ。リエは入院した当時はどうなることかと思ったが、夏美ちゃんのおかげもあって今は笑顔をたくさん見ることができる。もちろん完治してはいないので辛い日もあるだろうが、それでも良くなってきたことが本当に嬉しい。俺は二人がキャッキャとおしゃべりしている様子を見て、リエが入院したのがこの病院でよかったと目を細めながら思った。ある日のこと。いつもと同じように俺は早朝のコンビニでの仕事を済ませた後、リエの元に向かった。病室に入ると、あ、パパ、おはよう。おはようございます。二人ともおはよう。と、二人が笑顔で出迎えてくれた。病室には他にも数人の子供が入院していて、同じように隣同士の子や家族と談笑していた。ねえパパ、夏美ちゃんね、もうすぐ7歳の誕生日なんだって。へえ、そうなんだ、夏美ちゃん。何月生まれなの？私の誕生日はね、6月3日なの。今日お母さんが来たら誕生日のプレゼントをお願いするの。そんな風に俺も時折会話に混ぜてもらいながら楽しく会話している二人の様子を眺めていた。すると、夏美ちゃんの様子が少しおかしいことに気づいた。夏美ちゃん、どうしたの？気分が悪い？夏美ちゃんはうつむいてしまってこくりとうなずいた。夏美ちゃん、大丈夫？りえちゃん、苦しいよ。気持ち悪い。だんだん顔色が悪くなってくる夏美ちゃん。これはいけないと思い、俺は反射的にナースコールをした。夏美ちゃん、横になって休んでいよう。今先生が来てくれるから。俺は下を向いて苦しそうにしている夏美ちゃんを横に向けて寝かせた。夏美ちゃん、大丈夫？リエが心配そうに自分のベッドから様子を伺っている。大丈夫だよ。ちょっと休めばすぐ良くなるよ。安心させようと俺はリエの頭を撫でた。ナースコールを受けてすぐに先生が駆けつけてくれたが、有川先生ではなかった。まだ若い経験が少なそうな先生で、名前は確か佐々木先生。何度か有川先生の会心についてきているのを見たことがある。佐々木先生は夏美ちゃんのそばへ来ると、俺が見てもわかるくらいおどおどしながら夏美ちゃんの様子を探っている。佐々木先生、有川先生は来られないんですか？俺は失礼を承知で聞いてみた。はい。有川先生は他の患者さんの手術中ですぐに来ることができないんです。他の先生も現在院内で感染症が流行っているせいで医師が足りていなくて、今動けるのは僕しかいなくて。そうですか。来られないものは仕方がない。頼りないが佐々木先生を信じるしかない。遅れて二人の看護師も慌てた様子で入ってきた。周りの子供たちもさすがにこの事態に気づいたようで病室内がざわざわし始めた。夏美ちゃんは呼吸が荒く、先生の呼びかけにもやっとのことで反応している状態だ。先生、チアノーゼが出始めています。昨日まで元気だったのに、どうしたんだ？一体どうして？佐々木先生の慌てように子供たちが反応する。本来であれば夏美ちゃんを移動させるべきなのだろうが、そんな余裕はない。先生、一旦他の子供たちには部屋を出てもらいましょう。そうですね。俺ともう一人の看護師は部屋にいる子供たちを一旦ロビーへと誘導した。みんな、ごめんね。ちょっとだけここで待っててね。子供たちはみんな不安そうな顔をしている。そこへもう一人別のベテラン風の看護師が現れ、ここは私に任せて、と合図した。俺たちは病室に戻ったが、くそ、原因がわからない。どうしたら。佐々木先生は懸命に処置を施すが、夏美ちゃんの発作は止まらない。
息も絶え絶えで真っ青な顔をしている。佐々木先生がつぶやく。有川先生からは、次に発作が起きたら手術の成功率が 10% にまで下がると。僕にはもう手の施しようがない。先生、しっかりしてください。まだできることがあるはずです。佐々木先生は泣きそうな、半ば諦めたかのような顔だ。看護師に檄を飛ばされながら必死で処置をしているが、夏美ちゃんの容態は変わらない。俺は唇を噛んで病室の外から見守るしかなかった。今の俺には何もできないんだ。そう思った時だった。パパ、夏美ちゃんを助けて。病室の目の前まで戻ってきたリエが急に俺に向かって言った。どうしたんだリエ。パパが助けられるわけないじゃないか。俺はびっくりしてそう答えた。リエは続ける。パパ、病気の人治せるでしょ？夏美ちゃんを助けて。お願い。必死にリエが俺に頼んでくる。リエ。確かに俺は以前多くの人を助ける仕事に就いていた。しかし今は残念ながらしがないコンビニ店員だ。リエ、パパはもう人のこと助けられないんだ。そう言うとリエはポロポロと涙を流し始めた。パパ、お願い。目の前で苦しそうにしている夏美ちゃんとしゃくり上げながら泣いているリエを見る。俺はその光景を見るのが辛くてキュッと目をつむる。このままでいいのか。もう一人の俺が問いかける。このまま夏美ちゃんがリエの前からいなくなってもいいのか。いや、ダメだ。やっぱり夏美ちゃんを放っておけない。俺はリエをぎゅっと抱きしめ、そして言った。佐々木先生。俺は未だうろたえている佐々木先生に向き合った。先生、俺がやります。俺が夏美ちゃんを助けます。佐々木先生はびっくりして、急に何を言い出すんですか？俺、去年まで医者だったんです。総合病院の救急センターで外科医をやっていました。医師免許もまだ有効です。俺に代わってください。いや、でも。救命救急の小池昌司って言ったら聞き覚えないですか？あの小池先生ですか？はい。ちょっとだけ待ってください。院長に確認を取りますから。そう言うと佐々木先生は急いで院長に電話をかけ、俺が夏美ちゃんの処置をする許可を院長に求めてくれた。院長は二つ返事で OK をくれた。そうして俺は多少強引ではあったが許可を得て、そのまま夏美ちゃんの処置に移った。ほとんど意識がない夏美ちゃんに俺はテキパキと処置を施していく。看護師たちは俺の指示で必要な薬を準備してくれたりと的確に手助けしてくれた。佐々木先生はというと少し離れたところで俺の処置の様子を目を見開いて見ていた。夏美ちゃんの症状が少し収まってきた。佐々木先生。はい。もう少し症状が収まったらこのまま手術に向かいたいです。院長にもう一度許可を出していただけるようお話ししていただけますか？はい。佐々木先生は勢いよく返事をし、その旨を院長に伝えてくれた。院長も再び許可を出してくれ、夏美ちゃんの容体が落ち着いた隙に俺たちはそのまま緊急手術に入る。夏美ちゃんの手術は確かに難しいものだったが、俺にとっては初めて見る症例ではない。落ち着いて手術に臨み、そして途中で別のベテランの先生も合流してくれ、長時間には及んだが手術は無事に成功した。夏美ちゃんは一旦目が覚めるまで再び ICU に運ばれたが、原因には完璧に対処できた。あとはゆっくり目を覚ますのを待つだけだ。俺は緊張の糸が切れて手術室を出た途端に大きく息を吐いて座り込んでしまった。その後、一通りの手続きを終えた俺は再びリエがいる病室に戻った。パパ、ありがとう。パパすごい。リエは俺を褒めたたえて感謝してくれた。リエ、ありがとう。でもね、パパじゃないよ。夏美ちゃんが頑張ったんだ。そう言って俺はリエを優しく抱きしめた。別の患者の手術に当たっていた有川先生も俺の元に駆けつけお礼を言ってくれた。小池さん、本当にありがとうございました。小池さんがいなかったら夏美ちゃんの命はなかったかもしれません。実に的確な処置だったと看護師も先生方も驚いていましたよ。
いや、ありがとうございます。俺は照れくさくなった。でもそれだけ素晴らしい腕をお持ちなのにどうして医者を辞められたんですか？有川先生も他の先生から俺が実は救急センターに勤めていた小池だと知ってびっくりしたらしい。自分で言うのもなんだが、実はテレビで特集を組まれたこともあるくらいで、俺はこの辺りではちょっとした有名人なのだ。が、有川先生もまさかその医者が今やコンビニで働いているような男だとは思いもしなかったのだろう。俺自身も当時の張り詰めていた面影はないなと思う。そう。俺はかつては救命救急センターで働く外科医だった。数々の患者を助け、手術の成功率の高さから天才とも呼ばれていた。救命救急センターに赴任する前にも大きな病院でたくさん患者を抱えていて、その中には小児科の経験もたくさんある。今では考えられないくらいの感覚で、俺は仕事一筋で患者さんと向き合ってきた。年間で言うと、軽く見積もっても他の救命救急医の倍は手術をしてきたのではないかと思う。とにかく多忙だったが、一人でも多くの患者を助けることが俺の生きがいだった。妻と結婚してやっとのことでリエが生まれて、それでも俺は仕事をセーブすることはしなかった。妻やリエに寂しい思いをさせているとは重々承知で、それでも目の前の患者を一人でも多く救いたいと、その思いが強すぎて仕事を抑えることができなかったのだ。そんなある日、仕事中に妻から電話がかかってきた。あなた、リエが倒れたの。今から救急車で病院に行くから、とにかくまた病院に着いたら連絡するわ。動転している妻の声。俺は全く予想していなかった突然の電話をにわかに信じることができなかった。リエが倒れた？昨日まで元気にしていたのに何かの間違いじゃないのか？だがそれは間違いではなく、その時初めてリエの病気が発覚した。仕事を何とか切り上げて、リエが運ばれた病院へ行き、担当医から話を聞く。リエちゃんですが、合併症を併発していて、大変申し上げにくいのですが、このままの状態だと生存率は 50% です。俺は目の前が真っ暗になった。こんなことになるまでどうして気づかなかったのか。俺は気にしているふりだけで、ちっとも家族に目を向けられていなかった。幼い体に何本もの点滴をされている我が子を見て、俺は今までの行動を後悔するしかなかった。妻が泣きながら俺に言った。お願い、リエともっと向き合って。リエにとってあなたはたった一人の父親なの。リエが心から頼れるのはあなたしかいないの。それに私にとってもあなたはたった一人の夫なの。このままではいけない。このままでは全てダメになってしまう。リエにももしかしたら急に会えなくなるかもしれない。俺はこの時になってやっと気づき、今までの自分を猛省した。そして何よりもリエとの時間を優先したいと思った。苦しんでいるリエのそばにいたい。その時間を確保するために俺は医者を辞めたのだった。俺が話し終わると有川先生は深くうなずいた。そうだったんですね。確かにそんな状況なら僕も自分の子供のことを最優先にするに違いありません。しばらくしてまた有川先生が言った。でも小池さん、本当にそれで後悔していないですか？え？それは一体どういう意味でしょうか？有川先生は続ける。あなたほどの腕を持つ医者なら、どこの病院に行ったって患者が殺到するに違いない。あなた自身も医者として患者を助けることに誇りを持っていたでしょうから、目の前の人を放っておくことなどできなかったでしょう。当時、リエちゃんのために医者の道を諦めたことは間違った選択ではないと思います。はい。でも、あなたのその腕は、やっぱり患者さんを助けるためにあるんじゃないかと思います。そして腕のある医者は、その技術を後継者に教えていくことも使命じゃないかと思うんです。小池さんはぜひ医者に戻って、その技術を教えていくべきです。現に今回、一人の命が救われました。有川先生は熱心に話してくれるが、俺は素直にうなずけない。もちろん、リエちゃんのこともあるからすぐにとは言いませんが、あなたの腕なら休んでいた時間を考慮しても雇ってくれる。いや、雇いたい病院はたくさんあると思います。そうですね。リエちゃんもそれを望んでいるんじゃないでしょうか。俺は、俺の隣で黙って話を聞いているリエを見た。
確かにリエの後押しがなければ、俺は体を張って夏美ちゃんを助けることはしなかっただろう。あの若い医者がうろたえていても仕方のないことだと思って済ませたに違いない。でも、それでも俺はリエを、家族を優先したいんです。今までないがしろにしてきてしまった分、二人のそばにいたいんです。有川先生はそれ以上何も言わなかった。すると、隣にいたリエが俺の腕を掴んでいった。リエは、お医者さんをやってるパパが好きだよ。俺はそれを聞いてハッとした。リエにとって最善は、できる限りの時間一緒にいることだと思っていた。でもそれは、俺にとっての最善でリエの気持ちすべてを考慮したものではなかったかもしれない。リエは医者として働く俺が誇らしかったんだ。もちろん寂しい思いはしていたのだろうが、倒れる前リエは俺によく言ってくれていた。パパのお仕事は病気を治す大事なお仕事だよね。頑張ってるパパが大好きだよ。俺はもう一度医者として生きる決意をした。有川先生と共にリエがいる病室を出ると、俺は有川先生に言った。先生、俺もう一度医者として頑張ろうと思います。それがリエの気持ちにとって最善なんだということをリエが気づかせてくれました。有川先生はにっこり笑って、そうですか。それは良かったです。あなたのような立派な医者を失うことは医学全体の損しかないですから。はい。やっぱり困っている患者さんがいるなら俺は助けたい。今回改めてその気持ちに気づくことができました。ところで小池さん、僕リエちゃんを助ける最善の方法を思いつきましたよ。何ですか？有川先生はもう一度にっこり笑った。この病院に就職してリエちゃんを見ることです。そして有川先生の熱心な勧誘の結果、俺はリエが入院するこの病院で働くこととなった。さらに先生の計らいで俺はリエと夏美ちゃんを担当することに。それを知ったリエはとんでもなく喜んでくれた。パパ、これからはもっと一緒にいられるね。ありがとう。そうだな。リエも夏美ちゃんも早く元気になれるようにパパ頑張るからな。その後、夏美ちゃんは順調に病状が回復し、再びリエと同じ病室に戻ることができた。現在は退院を目標に日々治療に励んでいる。一方のリエも病状が落ち着いていて、もうすぐ一時退院ができそうだ。二人とも文句も言わずよく頑張ってくれている。リエ、夏美ちゃん、もう少しで退院だから、あとちょっと頑張ろうな。うん。退院したら、夏美ちゃんと外で遊ぶの。約束したもんね。リエが退院すれば、久々に家族揃ってゆっくり過ごすことができる。俺も今から楽しみだ。今までずっと医者を辞めることがリエのためだと思っていたけど、それは俺がそう思っていただけで、実際はそうじゃなかった。こうして医者に戻ることができて、リエのためにも頑張りながら、これからは同じくらい家族の時間も大切にしていきたいと思う。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。